長。何かあったり話がしたいと思ったら私はずっと下にいるから。そしてある種の人間は具体的にどんな人間かはさておき、人生が進んでいくある時点において結果的に君を殺すことになる。私は常に万事に備えているように見せる努力をしている。だが一昨日の夜まで私はバーを経営する退役軍人に過ぎなかった。私は何をするべきなんだろうな。つまり私に何ができるんだろう。やっぱりいいや。寝てる時に急に起こされてわけのわかんない質問をされたら店長だって怒るよね。バカなことはしない方がいいよ。何やってるのよ。手を上げて動かないで。引っ張り起こすから。雪が喉に入ったみたい。ありがとうテベ。テベルだよ。あなたは人の名前を覚えるのが苦手だって誰かが言ってたけど、そこに突っ立ってないで。あなたの身体構造がどうなってるのかは知らないけど、大抵の人間は雪の中にいると病気になっちゃうんだよ。とりあえず火のそばに行こう。あんたも眠れなかったの？だったらいいんだけどね。それなら風に吹かれることなくテントの中にいられるのに。そうじゃなくて、私は見張りよ。夜缶詰を食べた時にくじを引いてエフゲニアの班と変わったの。思い出した？多分そんなことがあったかも。こういう時なんて言うんだっけ。とにかく見張りお疲れ様。知ってる？そうやって無理にくだらない会話をする必要はないの。どうせ誰も興味なんてないんだから。エグさは日常の8割方人の顔色を伺ったりしないおバカさんなの。だから普段その役目は私が担当してるってわけ。それに今私たちの中で温厚なタイプはみんな寝てるから。はっきり言うね。あなた何を考えてるの？私何を考えればいいんだろう。何も考えず、ただ夜中に起きてきてかろうじてカティアの冬を過ごせる程度の服をまとって無遊病のように森に向かって歩くの？これが完全に無意識なら、あなたはきっと私が会った中で最も優秀な自殺マスターね。私はただどうしていいか分かんなくてかなり焦ってるのかも。こ
この言い方で合ってるかどうか知らないけど、それって自分がとんでもない組織から逃げてきた実験体だって分かったから？前から少しそんな感じがしてた。普通の人の腕は自由に刃物になったりしないはずだもの。観察したところ、あなたの左手の半分以上はキャノンにもなるよ。だからポイントはそこじゃないんだってば。じゃあどうして？それは多分だけど、私がはっきりこのことを意識した後、私の周りでいいことが一つもないからかな。店長が毎日みんなと楽しくおしゃべりしてたお店は破壊された。店長が私を助けるため毎日走り回ってるのは全然普通じゃないでしょ。この前お店で目が覚めた時、店長がテーブルで銃弾のチェックをしてたの。それにあのおっかない人の言うことが本当なら、私は彼から物を奪ったんだよ。悪事を働いたけど極悪非道ってほどじゃない人が私を追ってきた誰かのせいで死んだ。私たちがこの雪原に駆け込んで危険な人を追ってることも含めて、元はといえば私の背後にいる人たちを見つけるためなんでしょう。だからね、もし私が消えれば店長もナビゲーターもみんながこんな危険なことを続けなくて済む。答えを知りたい？それ違うよ。例えば今私がテントの中で眠りこけてるとするよね。であなたはバカみたいに森へと向かって歩いていくの。次の朝起きてきた店長がこれに気づき、彼女に襟首をつかまれて揺さぶられたエフゲニアも気づき、みんながいとも簡単に気づく。そして痕跡を完全に雪で隠すことはできないから、私たちは追いかける。このチームには元カティア軍人が2人いるからね。それにあなたは多分道に迷う。だから私たちはあなたより効率的な速度で追いつける。であなたを連れ戻して縛り上げ、カティア支部の箱舟に置きに行くってわけ。わかる？ここにはあなたが消えたことを喜んで受け入れる人はいないの。だから結果的にみんなの時間を無駄にするだけで終わるよ。あんたの言うことは正しいと思う。私を信じて。現実はもっと単純よ。例えばあなたにはもう発信機がついてるかもね。なら他に私にできることはないの？変な質問ね。あなたは何ができると思う？わかんない。今の自分は単に流されてるだけなんだと思う。店長は人助けが好きな善人だよ。ナビゲーターだっていい人だし、エフゲニアも、どこでも笑顔でいるような人だと思う。あの人たちが助けてくれたおかげで、私は自分ではどうすることもできない問題を解決できた。なら流されたままでもいいんじゃないの？周りの人たちはあなたを助けたいと思っていて、自分ではどうにもできない問題も一緒に解決してくれるんでしょ？なら流されたままで何が悪いの？あなたもみんなを信じたいのなら、それが最も賢明な選択じゃない？誰か一人でもあなたに向かって自力で何でも解決しろって言ったことはある？見苦しくたって構わない。一生懸命生き残るの。聞いてよちびさん。あなたにまだ良心の呵責があって、何かできることをしたいと思うのなら、流される中でそれを見つけるのよ。
自分でもわからない方向に努力するんじゃダメ。心配してくれる人を裏切らないことこそあなたにできる最善よ。誰もあなたに大それたことを望んでないんだから、自分でもそう思わないこと。返事は？多分分かったと思う。それでもまだ眠れなければさっきみたいに考えるようにする。分かったらテントに戻るのよ。あいつらに打ち込んだビーコンが止まってる。それも明日追いつける場所で、その時になって何が起こるかは誰にも保証できない。少なくとも自分がお荷物にならないように努力するべきね。ああ、喉がカラカラ。どうしてわざわざあんなこと言ったのかな。ライターホテルに忘れてきちゃった。